こんなすごいものが上にいる。そうですね。上にいて何してんですか？いや、何もしてないよね。何もしてない。ひろすぴ。こんにちは、ヒロです。こんにちは、みのるです。ヒロさん、はい、ハイヤーセルフっていうのがいるらしいんですが、いますね。ハイヤーセルフさんって知ってますか？はい。何ですか？まあ、人ではないんですけど、はい。ハイヤーセルフっていうのは、まずセルフ、自分。で、ハイヤー、高次元。高次元のもう一人の自分と呼ばれるものです。高次元のもう一人。世界に一人だけハイヤーセルフさんがいるとかじゃなく、それぞれの人に対応するハイヤーセルフさんがいるって感じですか？そうです。お。まあ、そうね。ヒロさんにもハイヤーセルフがいるし、私にもハイヤーセルフさんがいる。はい。高次元。高次元。高次元の私。高次元の私。そう。高次元の私だけど高次元。高次元の私。私とイコールなんですか？高次元の私は私とは違うんですか？私とイコールって言えばイコールですね。ほう。意味がわかんない。そうですね。意味わかんないですね。自分もまあね、スピリチュアルが好きで、当然ハイヤーセルフ、もう大好物なんで、ハイヤーセルフのこといろいろ調べたと。で、高次元の私、高次元の自分になります。自分のイメージで言うと、上空にいると思ってください。いるんですか？イメージ、本当にいるわけじゃない。考えやすくするために言ってるだけ。本当にいる。いるっていう人はいますね。ただ、いるっていうよりもエネルギー体なんで、それは証明することは無理です。無理だと思います。これから先100年、300年経てばどうなるかわかんないんですけどね。エネルギーが上にある。はい。つながってるエネルギーがあると。そこから、いろんな情報を引き出す。情報を引き出すっていうか、質問を投げかけると答えてくれる。と呼ばれるものです。答えてくれる。認識さえしないんですけど。普通の人は認識できませんよね。どういう人が認識してるんですか？スピリチュアル大好きな人は、ハイヤーセルフっていう存在があるんだなっていう、高次元の私がいるんだなっていうのはわかると思います。わかるっていうか、知識として知っている。知識として知ってるのと、そのエネルギーにつながってなんか質問して、これはどういうこと？こういうことだよみたいにやり取りするのは全然違うじゃないですか。やり取りできてる人いるんですか？やり取りできる人もいますよ。ヒロさんも？もちろん。スピリチュアル好きだからそこもやった。いるんだ。あと、講座でもね、教えた。スピリチュアル講座。うん。ありましたね。はい。ただ教えてもね、スピリチュアル講座の時には、できる人とできない人って分かりましたけどね。こういうのがあるよぐらいな説明でしたからね。そうですね。で、一応、普通の人は自分のところはアクセスできるんですけど、他人のところにはアクセスできないっていうルールがあります。ルールって他人のハイヤーセルフにはってこと？そう。基本的に。基本的に。普通の人、自分のところさえアクセスしてないんですけど。そう。だからそのレベルだからね。はい。はい。それがハイヤーセルフと呼ばれるものです。そもそも高次元の自分って何なんですか？なんか自分よりすごい自分ってことですか？次元が高ければすごいってわけじゃない。次元が違うだけ？高次元視野が広いっていう感覚ですかね。視野が広い。視野が広い。2次元より3次元の方が視野が広い。3次元より4次元の方が広いみたいな、そういう。高次元っていうのは16次元とかそういうこと？そのなんか物理学とかなんかよくわかんない。そっちの世界の4次元、5次元、6次元みたいな。それと同じ同系統の高次元ですか？高いっていう。3次元の人が、今の、みのるさんが小学生だとすると、大学院生みたいな感覚。ハイヤーは。はい。ので、
小学生の見苦しに大学院生の凄さを言っても理解できないっていうレベル。まあ理解できないね。とぐらいすごい。で、小学生の頃のなんかちょっとしたこの掛け算がわかんないみたいなのを大学院生の私はそんなの簡単だよみたいなこと。まあある意味そんな感じ。年取ってるって感じ。年取ってるわけじゃなくて視野が広くて、まあ、私じゃない考え方を持っている。今の私よりもいろいろ多面的に見れる。はい。そんなすごいものが上にいる。そうですね。上にいて何してんですか？いや、何もしてないよね。何もしてない。いや、何もしてない。別に、してないね。だって普段アクセスしてないから、まあ、ある意味人間の影みたいなもの。ただある。ただある。で、でも別に影を意識してないでしょ？そんな感じ。だから別に影が何かするかっていうと何もしないじゃないですか。基本何もしないです。ハイヤーセルフさんに人格とか心とかあるんですか？人格や心はない。ない。私がハイヤーセルフだったら、ただずっとそこにいなさいって言われたら発狂しますよ。暇すぎて。まあね。まあ、上とのやりとりもしてるじゃないですかね。さらに上？そう、最新の情報をこう集めてるような感覚。何のために？何もしないのに情報集めたって意味ないじゃないですか。そうだね。今風に言うと、じゃあパソコンやスマホ。今風に言うとパソコンやスマホがハイヤーセルだと思ってください。つまり、パソコンがあったとしても使わなかったら使わない。スマホがあっても、ネットで調べなかったら調べない。そんな感じ。で、さらに上とつながってとかっていうのは、時々バージョンアップがあるよみたいな。そんな感じです。ので、そこでアクセスして、質問を投げかけると返ってくる。そんな感じです。そんな感じ。Google の検索バーみたいな感じ。そうです。じゃあ、ハイヤーセルフさんは何かしたいとかないんですか？下の次元の私を見守りたい、導きたいとか。ないです。ないの？ないです。放置？聞かれないと答えないよね。出しゃばんないから。全部受け入れてくれる感じ？まあね、もう受け入れるっていうかもう、私が仕事勤めしてて、なんか目覚ましかけ忘れちゃって、うわ、やっべえ、1時間寝坊した。まあいいや、今日サボっちゃえとか思っても、ハイヤーセルフさんは、そんなのダメだよとか思わないで、まあいいんじゃないって感じ。聞けばまあいいんじゃないみたいな感じですね。聞かなかったら何も思ってない。何も言わないです。映画見てる感じ。この人は今日寝坊した。そういう風にストーリー進んでるんだ。みたいな感じ。パソコンみたいなもんだから。質問を投げかけない限り返ってこないです。なんとなくハイヤーセルフは分かりました。まあ、ある意味人間の内臓に近い。内臓って意図して動かせられないじゃないですか。勝手に動いてくれる。そう、そんな感じ。ハイヤーセルフさん。でも何もしてない。何もしてない。導いてもくれる。何もしてない。まあ、高性能のパソコン、高性能のスマホっていうのかな。ネットワーク接続できるものっていう感覚。ただ、何もしてくんないんじゃなくて、利用してないからです、それは。向こうからすると。だって言わなかったじゃんって感じ。そう。やっぱやるんだけどね。聞いてないし、みたいな。ヒロさんは、なんかハイヤーセルフ活用してんですか？活用してましたよ。過去形。どういう活用？導いてもらうのに聞いたりする。何に導いてほしかったんですか？いや、人生に A っていう職場と B っていう職場があったら、A っていう会社と B っていう会社があったら、どっちがいいかなっていう。そんなちっちゃい質問でいいんですか？何でも答えてくれる。もっと大きい人生の対局とかそういうんじゃなくて。一応何でも答えてくれますよ。何でも。ただ、
これもスピリチュアル全般なんですけど、はい。望むような答えは来ない時があるんで、それだけご了承ください。その転職の時は何て言われたんですか？どっちでもいいんじゃんみたいな。なんかすっごいどうでもいい返答ですどうでもいね。いですね。若いし、どっちでもいいんじゃんみたいな。占いとかでそれ答え返ってきたら、金払って損したみたいに思うやつですよね。そうですね。ハイヤーセルフ。それ。ヒロさんは納得したんですか、その時。さすがハイヤーセルフ言うことが違うとかって。いや、もう一度質問しましたよ。もう一度しましたよ。そしたらなんて。そしたら、じゃあ B 社でいいんじゃんじゃあいいじゃん。そういう軽いノリ。なんか根拠があって言ってくれたんですか？まあ、B 社に行くとこうやってこういう人間関係ができて給料もここで上がるからじゃあ B 社の方がいいんじゃないのみたいな。ハイヤーセルフ的に何かあったんじゃないですかね。あ、言ってくれないけど。ヒロさん的にはなんか思って言ってくれたんだろうって納得した。そうだね。ピュアだったから。まあ疑ってもしょうがないしね。B 社にしたんですか？ C 社にしました。言うこと聞かなかった。いや、B 社に行こうと思ったんですけど、なんか B 社もな、もう A 社もなっていうところで C 社が現れて、C 社に来ました。それ、ハイヤーセルフ信じてないんじゃないですか？信じてないわけじゃないですよ。A 社と B 社どっちがいいって質問したから、B 社って答えだけで、そこに C 社を入れればまた返事は変わった。それ改めて聞かなかったんですか？聞かないよ。聞いても無駄だって思ってたんですか？聞かないよ。その募集来たから、A 社 B 社はちょっと時間があったんですよ、募集来てから。迷いがあったんですね。そうそう。でも C 社はね、来て、まあいいや、ここだ。そうそう。そういう感じね。そんな感じ。ので、これも覚えといてくださいね。はい。と、別にその通りしなくてもいいです。これは絶対的ルールで、そうやってハイヤーセルフに言われたから、こうしました。っていうことしなくても別になんか悪いこと起きないんで。ハイヤーセルフが起こって意地悪するとかはない。ない。パソコンと一緒なんでパソコン怒んないじゃないですか。でも人によっては、私がこういう操作をしちゃったからパソコンさんが怒って強制シャットダウンしちゃったんだとかって、なんかビビる人とかいますよ。ネットの検索に関してはないですよね。まあ、基本ないね。そんな感じ。ので安心してください。まあ一つのアドバイスとして受け止めればいいのかな。高次元の私からのアドバイス。ハイヤーセルフさんってそういうアドバイス以外役に立たないんですか？なんか私にエネルギーを送ってくれるとか、なんかハイヤーセルフと一体感を得て私は無敵な感覚を得るとか。そこまで強くないかな。強くない。ハイヤーセルフを過信するなって感じですか？一応、ハイヤーセルフとつながることによって、さらに上の高次元とはつながりやすくはなります。中継点みたいな感じ？そう、アンテナみたいな役割になるんで。さらに上の高次元って何ですか？まあ、あるんですよ。さらに上。なんかある。それはハイヤーセルフにつながってからじゃないとよくわかんない世界。まあ、つながった方がよりわかる世界。まあ、一般的に言われる神様とか、創造主とか、天使もハイヤーセルフより上だから天使とかですね。天使、竜神。じゃあ一番身近な高次元って感じ？死んじゃった人とか幽霊とか、そっちの方が近いの？難しい質問ですね。でも、待ってね、生まれた時からハイヤーセルフってずっといるんですよ。影と一緒なんで。自分の影はずっと一緒いるじゃないですか。肉体がある限り。それと一緒なんで、一番身近なのが高次元がハイヤーセルフって言えばそうですね。一番身近ですね。っていう感じです。っていう感じ。はい。分かってるの分かんないな。私たちって自分たちの脳みその数%しか使えてないって言うじゃないですか。はい。ハイヤーセルフ使ってないのはそれと同じ感じ。それほどハイヤーセルフが
すごくないから、そこまでじゃない。同じような感じですね、ある意味。まあ、スピリチュアル好きな人にとっては。なるほど。じゃあ、スピリチュアル好きな人にとっては、ハイヤーセルフは抑えとけって感じですか？そうですね。今年からやる予定の、やるんですけど、そのハイヤーセルの接続っていうことで、モニターになってもらった方がいたんですけど、そういう人はハイヤーセルにつながることによって、さらに高次元とはつながりやすくなった。っていう事例がありますね。ので、ハイヤーセルとつながることによって、自分の高知とアクセスできる。これは当然なんですけど、さらにその上の高次元ともつながりやすくなります。そのモニターの人たちは、なんか、ハイヤーセルフとバシバシ会話してますよ。バシバシ会話してますね。高次元を意識するっていうより、ハイヤーセルフと仲良しになるって感じの人の方が多いですよね。そうですね。ヒロさんは今でもハイヤーセルフと会話してんですか？たまに。何を？これ以上ビール飲んでいいかどうかとか。でもハイヤーセルフはどっちでもいいんじゃないとかって言うんじゃないですか？そうです。そうだよね。そんな言葉が欲しくて聞いてるんですか？ダメって言われない。本当に飲んでいいのってさらに聞くとダメって言いますけどね。そうなんだ。自分のハイヤーセルはね。そこまでは聞かない。別にどっちでもいいんじゃないまででやめとく、そうですね。望む答えは、来る時もあるけど来ない時もある。っていう感じがハイヤーセルフ。ヒロさんはハイヤーセルフとなんかつながるようになって孤独感が消えたとか、そういうのあります？それはありますね。こんな身近なところにいたんだっていうのがありますね。強力な味方ができたって感じですか？そうですね。でも味方してくれるわけでもないか。存在を感じる。でも否定はしない。基本ノーはないの。基本ノーはないかな。ただこれハイヤーセルフ、自分のハイヤーセルフなんで。言って違う。自分のハイヤーセルフなんで、自分のっていうか、アクセスした言語で返ってきます。基本。日本語なら日本語。はい。中国語なら中国語。はい。ヒンズー語ならヒンズー語。そうですね。言語は関係ないって感じですね。ヒロさんも日本語。そうですね。時々イタリア語とか。イタリア人なんでしたっけ？血が流れてるんですよ。ごめんなさい、嘘つきました。はい。イタリアが好きだ。前世がイタリアとかですね。そうですね。はい。では、そんな感じで、ハイヤーセルフが、皆さんそれぞれなんかいるらしいので、もしも、私、ハイヤーセルフとこんな風に会話してますとかあれば、ぜひコメントで教えてください。で、感じてみて、感じられなかったっすとか、なんか感じましたとかあれば、ぜひ教えてください。動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。スピリチュアル系オンラインサロン、ヒロサロ。スピリチュアルを気楽に楽しく実践し、人生を豊かにするためのオンラインサロン。毎月のズームセミナー。月3回のズームお茶会。サロンの中のエネルギールーム。各種コミュニティ。その他様々なアクティビティであなたをお待ちしております。